メタン、良いことを聞いたのだ。大乗仏教って大きな乗り物って意味なのだ。つまり僕が寝てても遊んでても勝手に極楽まで運んでくれるってことなのだ。最高なのだ。か、ずんだもん、また都合のいい解釈をしてるわね。大きな乗り物っていうのはたくさんの人を救えるって意味であって、ただのサボりませんよバスじゃないのよ。違うのだ。チケット買えば乗れるんじゃないのだ。そんな甘い話じゃないわ。むしろ大乗仏教は当時の仏教界のエリート主義に対する魂の反逆から生まれたのよ。でもね、全員救いたいというその優しさが結果として仏教そのもののあり方を変えてしまい、ある巨大な矛盾を生んでしまったの。優しさが矛盾を生んだ？どういうことなのだ？今回は日本にも深く根付いている大乗仏教の光と影について解説するわ。理想を追い求めた結果、ブッダの教えがどう変わっていったのか、そのドラマを見ていきましょう。エリート僧侶への反落。そもそもお釈迦様が亡くなって数百年後のインドでは、仏教は出家して厳しい修行をしたエリート僧侶だけのものになりつつあったの。一般人はお断りだったのだ。当時の主流だった右派仏教では、自分の煩悩を消して悟りを開くことが最優先だったの。そのためには家庭を捨てて出家し、200以上もの厳しい戒律を守る必要があったわ。だから日々の生活に追われる一般庶民には事実上悟りへの道は閉ざされていたのよ。いえ、僕みたいな一般豆には無理ゲーなのだ。結局頭の良い人や余裕のある人しか救われないってことなのだ。そう感じた人たちが立ち上がったの。ブッダの慈悲はもっと広いはずだ。出家したエリートだけが救われるなんておかしい。でね、彼らは自分たちの新しい運動を多くの人を乗せて救いの彼岸へ運ぶ大きな船に見立てて、大乗マハーヤーナと名乗ったわ。かっこいいのだ。庶民の味方なのだ。一方で古いスタイルの仏教を自分だけ救われようとする小さな乗り物という意味で少女ヒーナヤーナと呼んで批判したの。まあこれは大乗側からの悪口なんだけどね。なるほど。お前らの車定員1名じゃん。僕らはバスだぞって煽ったわけなのだ。自分の悟りは後回し。こうして生まれた大乗仏教だけど、一番の特徴は菩薩という理想像ね。これまでの修行者は自分が悟りを開いてアラカンになることを目指していたわ。ゴールが自分の悟りだったのだ。でも大乗仏教では自分の悟りは後回しでいいから、まず苦しんでいる他人を救おうとしたの。これを利他行というわ。私は全員が救われるまで悟りの世界には行きませんという誓いを立てて活動するヒーロー、それが菩薩よ。おう、自分を犠牲にして他人を助けるなんてめちゃくちゃ尊いのだ。でもそれって修行としてはハードモードすぎないのだ。その通りよ。他人のために尽くすというのは山にこもって瞑想するよりはるかに難しいかもしれないわね。あらゆる生き物を救うために無限の時間、生まれ変わり続けて修行する覚悟が必要だとされたの。無限の時間？気が遠くなるのだ。やっぱり全員救うなんて理想が高すぎて無理なんじゃないのだ。良いところに気がついたわね。その理想の高さがやがて教えの中に大きなねじれを生んでいくことになるのよ。努力不要になっちゃった？ねじれって何なのだ？みんなを助けるために頑張るのは良いことなのだ。でもね、全員を救うことを突き詰めていくと、どうしても修行できない弱い人をどうするかという問題にぶつかるわ。文字も読めない、寄付もできない、厳しい修行なんて絶対に無理な人たち。彼らを救うにはどうすればいいと思う？頑張らなくていいよっていうしかないのだ。正解よ。大乗仏教が発展する中で、厳しい修行の代わりに仏の名前を唱えるだけでいい、信じるだけでいいという教えが出てきたの。特に阿弥陀仏のような救済力のある仏様にすがる他力の思想ね。それなら僕でもできるのだ。やっぱり楽勝コースがあったのだ。でもここで矛盾が生じるの。ブッダの本来の教えは自灯明、つまり自分を頼りにして自分の力で道を切り開けだったはずよ。それなのに神様のような仏様に祈れば救ってくれるとなると、それはもう仏教じゃなくて別の宗教になってないいう指摘があるのよ。確かに修行しよから祈れば OK になっちゃったらまるで正反対なのだ。エリート主義を壊そうとしたら
仏教の基本ルールまで壊しちゃったってことなのだ。そうとも言えるわね。全員救うという優しさを追求した結果、ブッダが説いた自律的な修行とはかけ離れた信仰による救済というシステムを作り上げた。これが大乗仏教が抱える巨大な矛盾であり、同時にだからこそ世界中に広まった理由でもあるのよ。まとめ。というわけで大乗仏教の矛盾について見てきたわ。エリートだけのものだった悟りを万人のものに解放しようとした革命、それが大乗仏教だったの。そのおかげで厳しい修行をしてない僕らもお寺で手を合わせるだけで安心できるようになったのだな。そうね、教えが変わってしまったと批判する人もいるけれど、形を変えてでも人々を救おうとしたその柔軟性こそが大乗仏教の凄みとも言えるわ。自分の力で道を切り開く初期の仏教と、大きな力に委ねて救いを求める大乗仏教。ずんだもんも自分がどっちのタイプか考えてみるといいかもしれないわね。僕はやっぱりメタンに宿題をやってもらう完全他力コースがいいのだ。それはただの怠け者よ。自分でやりなさい。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。